はい、皆さん、What's up? バッパー翔太でございます。現在はですね、独立してから約135年、世界一お金持ちの国と呼ばれ、1人当たりの GDP 約30年間連続ダントツ世界一位、ルクセンブルクに来ております。ドイツ、ベルギー、フランスに囲まれ、面積がですね、神奈川県と同じぐらいの世界で最も小さな国の一つにもかかわらず、世界一裕福な国と呼ばれる理由、大変興味深い国なんで、今回はですね、1万円を使ってルクセンブルク世界一お金持ちの国はどんな国なのか探っていきたいなと思います。まず今からですね、空港から街中まで行くんですけど、ルクセンブルクはユーロ1万円がですね、現在62ユーロってことで、いやこれはかなり絶望的ですね。まあでもですね、ルクセンブルクは世界で唯一なんですかね、これ公共交通機関が全部無料っていうことで、それがもう唯一の救いですね。ちなみにですね、タクシーは空港から街中10キロもないみたいなんですけど、20ユーロから45ユーロぐらいってことで、それだけでも1万円ドボンですね。世界で唯一現存する大公国であるルクセンブルク。地理的にヨーロッパの十字路にあることからドイツ、スペイン、フランス、オーストリアなどの大国の支配を受けながら戦略的要塞都市として発展してきたが、19世紀初期には人口の約 80% は農業に従事し、極度の貧困の中人々は暮らし、より良い生活を求め人口の3分の1はアメリカに亡命した。しかし1840年代にルクセンブルク南部にて鉄鉱石資源が発見されると、次々に新しい製鉄所が建設され、ルクセンブルクは世界の主要な鉄鋼生産国となった。それに伴い1890年から1900年にかけ各国から移民が一気に押し寄せ急速に発展したが、20世紀の後半には他国の新しい鉄鋼生産国の急進やエネルギーコストの増加により産業は衰退し始めた。しかし衰退をきっかけに小さな国の特徴を生かし、金融サービス、テクノロジー、サービス業へと経済を多様化させた結果、ヨーロッパを代表する金融センターへと発展し、世界で最も裕福な国と呼ばれるようになったルクセンブルク。さて今やってきたのがですね、街中旧市街地っていうことで、世界一お金持ちの国って聞いてたんで、高級車バンバン走ってるのかなと思ってたら、そんなこともなくてですね、高級ブランド店はあちらこちらある感じなんですけど、治安もですね、ルクセンブルクは世界トップクラスっていうことで、アフガニスタンからのルクセンブルクはほんま違う惑星に来てるみたいな感覚ですね。いやでもね、街中歩いてたらさすが 50% 以上が移民の国、公用語がですね、ルクセンブルク語やのに、英語、フランス語、ドイツ語、いろんな言語がね歩いてたら聞こえてくる感じで、聞いた話によると3、4カ国語はもうごく普通だそうです。はい、まずは宿ってことで、今回ね急遽来たんで、予約いっぱいで、入れなかったとこばっかりなんですけど、中心地付近で一番安いバックパッカーで値段約5800円ということで、その他全てね1万円超えっていうことで、今回のね宿も1万300円で1万円企画、宿のみでドボンでございます。ちなみにですね、ここは一人部屋でキッチンとバスルームはシェアって感じですかね。さすがルクセンブルクめちゃくちゃ高いわ。ドボンしてしまったんですけど、今回ルクセンブルク2日間あるっていうことで、2日間ってどれぐらいかかるのかっていうのをね、引き続き見ていきたいなと思います。Okay, so nice to meet you. Thank you so much. Hi, nice to What's meet your name? you. Polina. Paulina. Yes. Nice to meet you. Where are you from? Well, I'm actually Russian Yeah, and I live in Luxembourg since almost 4 years already. 4 years. Yes. Okay, so today you're gonna show me around Luxembourg. Thank you so much. Yes, you're welcome. Okay. So you've been here for 4 years, alright? Yes, So how is life here? How expensive to live here? very expensive. Yeah? Yes, well, it's expensive. I would say the prices here are more or less similar to the ones in Switzerland. Okay, Maybe Switzerland is just slightly more expensive. okay. But it's still cheaper, of course, if you compare with prices in, let's say, Miami or New York or LA. Yeah. It's still more affordable here. さて気になる世界一お金持ちの国の物価はってことで、まずはルクセンブルクのコンビニへやってきました。サンドイッチは4ユーロ60であったり、
2ユーロね、79セントであったりって感じですかね。あと弁当系は8ユーロぐらいですかね。7ユーロ89とかって感じですかね。水とかもですね、一番安いので1ユーロ49とかですね。でコカ・コーラもですね、500やったら2ユーロ19とか、ちっちゃい缶のやつだったら1ユーロ89って、そんな感じですかね、コンビニでの値段は。でコンビニのお菓子は結構えげつないですよ。このねチップスとかやったら4ユーロやし、ドリトスとかやったら5ユーロします。はい、ということで、まずねコンビニに行って初めてねルクセンブルクで食べる料理でございます。これがですねパテオスリングということで、ルクセンブルクの郷土料理なんですかね。ルクセンブルク版の肉まんだそうです。中はですね肉がずっしり入ってる、なんかゼリーみたいなのが中に入ってるって感じです。ちょっといただきます。美味しいんかな、なんかパイみたいな感じですけどね、外は。お、肉まんっぽいわ。絶対美味しくないと思ってたんですけど、肉まんの中身にめっちゃ似てますね。でもこれ温めた方がいいんじゃないみたいな。僕コンビニに置いてあるやつ冷えたまま食べてるんで、もうちょい温めた方が美味しいんじゃない。でお値段の方はなかなかいかついでございます。さすがコンビニで買うただけあってやっぱちょっと高いですね。ベーカリーとか行ったらねもっと安いみたいです。さて続きまして、世界一お金持ちの国のスーパーは一体どうなっているのか。フルーツはですねめちゃめちゃ豊富にあるなって感じですね。梨、アップル、オレンジで、値段はですねだいたいキロが3ユーロぐらいかなって感じですかね。野菜はですねこんな感じで日本でもある白菜やキャベツもあるんですけど、キャベツなんか 4.24 ユーロですよ。比較的高い印象ですね。そしてお肉もですねこんな感じの値段で、特に鶏肉はですね高いなっていう印象です。どうでしょうか。その他ね、日本にもあるキットカットなんかなんと4ユーロ。でもアルコールはですね比較的に安いなっていう感じで、ルクセンブルクは酒やタバコが他のヨーロッパに比べて安いって有名らしいんで、その影響ですかね。弁当コーナーでございます。お寿司ありますよ。これ餃子これで6ユーロですよ。寿司バリ高いよ。これで15ユーロ。寿司は高いですね。この究極バー巻きでこれで4ユーロ70、4ユーロ30とか。で弁当はこんな感じですね。弁当系はめちゃくちゃ高いね。さあ皆さん物価の方はどうでしょうか。僕からするとめちゃめちゃ物価高いなっていう印象なんですけど、ルクセンブルクはですねオーストラリア、ドイツ、あとイギリス、ニュージーランドと並んで世界で最も最低賃金がね高い国の一つっていうことみたいで、平均年収はですね年齢、分野、技術によって異なるみたいなんですけど、平均のね月収は5144ユーロってことで、日本円にすると約81万8770円で、平均の年収はですね7万ユーロで1000万円超えでございます。でヨーロッパ一ね、最低賃金が高い国っていうことで、平均の月間最低賃金は2500ユーロ、平均年間最低賃金が3万ユーロで、時給にするとですね最低時給が 15.66 ユーロってことで、聞いた話によるとルクセンブルクの公務員の初任給はなんと60万円以上だそうです。でルクセンブルクのですね標準的な労働時間もですね5日間で1日あたり約8時間働くっていうことで、プラスほとんど残業なしとのことみたいで、労働時間もですね、1週間48時間で制限されてるみたいで、従業員はですね1日で長くても10時間、それ以上超えることがないみたいです。有給も25日から30日取れて、夏休みとかね長期で休みとかも取れるみたいです。物価めちゃめちゃ高いけど稼ぎも労働環境も全然違うなっていう印象でですね、ルクセンブルクはねタックスヘイブンの国と呼ばれ、ビジネスやね高所得者にとって魅力的な場所としても有名みたいで、法人所得税、個人所得税、知的財産税などの税金を低く抑え、企業がですね必要なサポートを受けられるように規制を緩和しているみたいで、スタートアップやねビジネスの発展に政府やさまざまな組織が協力し、多国籍企業を誘致した結果ですね、租税回避地として地位を高め、ヨーロッパ中の金融会社やペイパール、eBay、スカイプやねアマゾンなどの有名企業のヨーロッパ地域本部はルクセンブルクにあると言われているみたいです。 If you compare to some other European countries, actually Luxembourg is one of the best places in terms of taxes. Yes.
はい、ここはですね、ルクセンブルクの富裕層の人たちが住んでる高級街みたいなんですけど、正直ルクセンブルクの家全部高そうで、どこが高級街なんかって全然ね、見た感じわからない感じなんですけど、まあ一部の記事ではですね、ルクセンブルクの成人6人に1人が100万長者ということみたいです。でね、ルクセンブルクの平均家賃はですね、中心街のワンベッドルームマンションであれば約ね26万円で、3ベッドルームマンションの大きさになると約44万円ぐらいということで、郊外へ出るとワンベッドルームマンション約22万円で、3ベッドルームぐらいの大きさになると約35万円ということで、でね、一応ね、家買いたかったらどれぐらいなんかって聞いてみたらですね、約1億円以上かかるということみたいです。1億円でございます。皆さん、1億円なんてほんま夢の世界でございます。How is life living here compared to other countries? Unfortunately, Luxembourg is not the most exciting place. Okay, about what? Well, it's quite boring because it's so small. You know, many people who come here for work opportunities. Like yes, most of them say that it's like unfortunately quite boring, but there are many work opportunities, so that's why so many people still come here. そしてここルクセンブルクが最も裕福な国であると言われている理由に、高い生活水準とインフラや教育、医療への投資に力を入れているとのことみたいで、ヨーロッパで最も優れた医療制度の一つとも呼ばれているみたいです。医療サービスの質が高いことでね、OECD 加盟国の中で人口1人当たりにかかる医療費が特に高い国だそうなんですけど、社会保障制度が優れているために、国がね 80% から 90% の医療費を負担しているそうで、住民はですね、高品質な医療サービスを負担が少なく受けれる環境だそうです。教育に関してもね、4歳から19歳まで義務教育として無料でね、教育を受けることができ、学校は設備が充実しており、教師の質も高く、ルクセンブルクの教育水準は高いこととしても有名らしいです。さて今からなんですけど、ルクセンブルクのレストランはどんな感じっていうことで、日本円持ってる僕からするとめちゃめちゃ恐怖なんですけど、見てみたいなと思いますね。So now we came to your recommendation restaurants, right? Yes, exactly. So here you can try like Luxembourg traditional dishes and specialties. Yes. Yes. So how much is the generally cost like if you eat out here without alcohol? Without alcohol, if you go for dinner for two, then it would be like around 80 euros. But like usually when we go out to eat with my husband, we usually take like a glass of wine each. Okay. So that's then usually we pay 100 euro. Right. Yeah, 100 euro for two. はい、ということで皆さんホワイトワインちょっといただきたいなと思います。もともと僕はあんまりホワイト好きでないタイプなんですけど、ルクセンブルクはですね、国民1人当たりのワイン消費量は世界第2位だそうで、特にですね、白ワインは世界屈指の品質を誇るそうです。Cheers! Cheers! Yes. Normally I don't like so much white wines, but nice. It's easy to drink this one. Yeah. It's not bad. なんか今回ルクセンブルクでこれ飲んでみて、ホワイトワインがもしかしたら好きになりそうなほど飲みやすくて美味しく感じますね。So what's this first dish? What's this one? So this is a potato cake, which is named Kromperkische in Luxembourgish. Yeah. Yes, it's a traditional dish, very popular at the Christmas market. Oh yeah. Yes. これがですね、アップルソースっていうことで、アップルがですね、この上にかかってるっていう感じですね。美味しそうですね。Bon appétit. Bon appétit. Yes. いただきます。Actually, it's good matching with apple. Yeah, it's good. で中はですね、皆さんポテトが入ってて、で外は揚げてあるんでカリッとっていう感じですかね。なんかコロッケでもないですけど、なんかハッシュブラウンみたいな感じ。This is named pastete or bouchée à la reine in French. So it's like a puff pastry with like mushroom sauce and chicken. And then this is named Yout Mad Grand Parent. So it's like pork
with beans and then with potatoes. Okay, that's the traditional food. Yes. of Luxembourg. Exactly. That's also or that's French. This is, well, actually, like, it's also French, but Okay. like in Luxembourg, it's considered to be like Luxembourgish. Okay. どんな味っていうのはちょっと紹介しづらいです。皆さんこのソースの味。柔らかくはないです。なんかベーコンの分厚い版を食べてるみたいな感じですかね。How was yours? Good. Very This good. sauce is so good with the beans. You like it? Amazing, yeah. No? Perfect. はい、皆さんおはようございます。これがですね、ルクセンブルクの朝食っていうことで、昨日ですね、友達に紹介してもらったこのカフェね、来てみたんですけど、これがトラディショナルなルクセンブルクな食べ物みたいです。名前はシトレセール。読みにくい、めちゃめちゃ読みにくいですけど、これが2ユーロ5セントで、ラテが3ユーロ40セント、トータル5ユーロ45ということで、そんなにノットバッドではないですね。ということでいただきます。おはようございます。ナイス。やっぱこれね、ヨーロッパスタイルでこう外で食べれるっていうのが最高っすね。で、これストロゼール、これ何なん？メロンパンみたいなのか？結構硬いっすね、外は。外はサクッと、この外にですね、これ砂糖なんかに甘みがあって、食感はかなりメロンパン、サクッとメロンパンに似てますね。How are you good, man? Yeah, bro. How are you doing? Good. Yeah, having a breakfast. 昨日出会った人でございます。かなりシンプルな味で、コーヒーとは最高のコラボレーションですね。昨日はですね、世界一お金持ちの国の表の部分を紹介したんですけど、今日はね、裏の部分ということで、ルクセンブルクはですね、1人当たりの GDP が日本の約3倍の世界一。しかしね、ネットではルクセンブルクの1人当たりの GDP が高いのには、特殊な理由があるということみたいで、1人当たりの GDP はその国の GDP の総額を国の人口の数で割って出た数値ってことで、でもルクセンブルクではですね、就業者の 45% 以上が越境労働者ってことで、隣国から国境を越えて通勤する人が一般的なんで、稼いだ金は計算されるが、人口は他の国に住んではるってのことで計算されない。結果ですね、ずば抜けて1人当たりの GDP が高いと言われてるみたいで、おまけにですね、ルクセンブルクの主な産業は金融産業ということで、金融産業に勤めてる人は高収入な人が多いってことで、結果ね、1人当たりの GDP を上げる理由にもなってるみたいです。そんなね、世界一裕福な国ルクセンブルクもですね、抱えてる問題があるみたいで、貧困者が増加してるとのことみたいで、とある調査によるとですね、2022年人口の 19.4% が貧困な状況とのことみたいで、ホームレスが急増しているみたいで、その背景にはですね、住宅不足や物価の高騰、過去8年間で不動産の価格は 74% 高騰し、家賃は 41% 上昇、国内の住宅で約 2% しかお手頃で買える住宅はないらしく、住宅高騰の背景にはですね、ルクセンブルクの人口の 0.5% の富裕層が、ルクセンブルクの土地のうち 50% を保有していて、彼らはですね、住宅を建てることに興味がないということみたいで、でも今日はですね、世界一裕福な国に住む貧困者の方の目線からですね、ルクセンブルクをね、見てみたいなと思います。ルクセンブルクの中心地だけでも毎日400人以上もの身体的、精神的、経済的に援助が必要な人々がいらっしゃるとのことみたいで、食事や寝床、シャワーや洗濯、医療サービスなどの提供をし、そしてね、仕事の斡旋や職場の提供、人々が基本的に生活を送れるような支援をされている人道支援団体をね、今回訪れてみました。はい、ということで今なんですけど、このローカルのホームレスの人にね、知り合いまして、友達になったっていうことで、今から彼の生活ね、見せてくれるということで。So, how long have you been homeless? About 12 years now. Oh, yeah? Yeah. So, where are you from originally? I was born in Czech Republic. Czech Republic? Yes. Okay. So, today, I like to see your life. Yeah. How I show you live. around. Yeah. Yeah.
So nice to meet you. Thank you so much for welcoming me today. Do you think what's the reason Luxembourg has a prosperity? What is particular in Luxembourg is that Luxembourg is a very rich country. So normally we shouldn't have all those people. But our biggest problem is that the rentings of the houses are so expensive that a lot of people don't manage to pay those houses, and they have to or find a room somewhere else in Belgium, Germany or France. But even there, on the borderline of Luxembourg, it's very expensive. So how hard to get the jobs in Luxembourg? Is that difficult? It depends. If you are a person that has an address, if you have a place where to live, if you have a diploma, if you speak all the languages, if you are young, if you haven't been in therapy, if you haven't been in jail, if you haven't been without any work during, for example, 5 years, then it's easier to find a job. I don't say that you get a job like this, but you can find, if you are somebody who wants to work, you can find a job. If we want the people to get out of the street, we need places where people can work. How do you like here? Yeah, here is perfect. Like, you come here, you get food. There is people from all around the world, and like you can have a free shower. You get clothes if you need clothes. There is a doctor service as well. Everything's free or? Yeah, everything is free. Yeah. 僕びっくりしたのがですね、こんだけの数のホームレス、ヘルプが必要な人がいる、しかもいろんな国からこのルクセンブルクに目指してきてるっていうことで、でも見てたらですね、僕アフガニスタン行って帰ってきたからかもしれないんですけど、すごいもう普通にカフェで飯食うてるみたいな感じですよね。しかも飯もめちゃめちゃ美味しそうな飯、大量に1ユーロで食べれるし、すごいなこの世界の違い。Why you decided to be homeless? It's a good question. Like, my parents divorced when I was 12 years old, and I guess I never had a childhood, and I also lost the home, and it was like, between my parents it was very bad, and then I kind of like moved out. I went to Ireland, and I was like working there and sharing, like, it was also cheaper to have a shared accommodation than living on your own. So I was living with different people from different countries, like from Poland and Slovakia, and like, we were sharing the house, and then I kind of quit with the idea of having a happy home, and like, I kind of like decided to live as it goes, like, rather than pursuing something which is like, not gonna happen. But you're happy now? Yeah, I'm more happy, like, I don't pay any rent. I can sleep wherever I want. I can go anytime and anywhere. And yeah, I guess it's more like a lifestyle. Okay, so 今やってきたところがですね、デイビッドの寝場所ということで、デイビッドはですね、いろんなところで寝るみたいなんですけど、ここが一つみたいです。So you sleep everywhere, but that's the one with the place, right? Yeah, that's a nice place here, yeah. Okay. I have like a sleeping bed, and you sleep on the pallet. Oh, that's your bed? Yeah, it's a pallet. Okay, you can sleep here. Yeah, and if it's raining, it's not raining, like. Okay. What about what's the hardest things being homeless? Yeah, I think the cold, like, the weather. Weather. Yeah, the So weather. how cold will be in the winters? I think like 5 degrees, or sometimes minus, yeah. So you don't need to pay for the food. No, not at all, no. Oh yeah. A lot of the supermarkets throw away food, like, they Oh yeah. throw away like That's all pineapple. your food now. Yeah, like Oh, wow. I have some like this chocolate mousse, Yeah. some cheese, Wow. yeah, cheese, chips. Yeah. So that's everything you have, like your things now. Yeah, that's what I have. Oh wow. Yeah. Obviously you need the money to Yeah. live, right? So how do you make money? Yeah, I usually beg, like, I usually go begging around the car parks, or
I ask people to buy me things, burger or something what I need, and They help you? yeah, they do. Yeah, most of them they help, and also like I would like to work at least for the whole winter, like work in the factory or some kind of job that I can like have a money for the next summer. Right. Yeah. さっき聞いた話によると道端に物乞いしに行ってもですね1時間で50ユーロ稼げるみたいです。土曜日とか日曜日とかそういう人がいっぱいおるときに行くと、50ユーロ稼げるってそれ普通の時給より多くないですか？時給が多分15ユーロぐらいだと思うんで、ホームレスとして物乞いした方が時給としてはかなり稼げるというすごい世界やなほんま。So do you think Luxembourg government they don't like ban homeless people sleep in the street or something? They are kind of not welcome, but kind of They helping them. Yeah. They helping them big time. Yeah. What about other countries? The situation is different. Oh yeah, it's a big difference in France or Germany. They are not so welcoming and not so helpful at all. Oh, okay. Yeah. So It's like in France or Germany, it's more like a stigma. Like you're the bad one because you have nothing. But Luxembourg is more Yeah, like Luxembourg is try to put you back into the like a normal life. Oh, okay. How easy to get the jobs here? Yeah, it's not so hard. Like if you wanna work, you can get a job. Like but the thing is, like you need to be able to speak in French language or at least German. Are you gonna apply? Yeah, apply to work here. Yeah. Are you gonna work here next week? Yeah. I hope so. So, do you feel like people look at you very cold eyes or no? Because No, I think people are fine with it as long as you are not a criminal or drug addict. You're just homeless. It can be fixed. So if you work here, how much you get paid? I think like 30 euro an hour. 30 euro per hour. Yeah. Oh my god. Yeah, like the payments are very high here. Like the minimum is 3,000 per month. So what kind of job is gonna do this one? It's like a waiter or something? No, it's like moving the artifacts in the theater, making the scenes and right. maybe play with the lights. Yeah, nothing hard. Nothing hard. This is your friend's house, alright? Yeah, that's friends of mine. Yeah. They are not here yet, but yeah, they sleep in the like abandoned house. This is abandoned houses. Yeah. Oh, okay. So sometimes you can sleep in the abandoned house. Yes, you can enter, and if it's state-owned, then the state is like can register you there for address, and then the police cannot kick you out. その他にもルクセンブルクでは教会がホームレスの人々が仕事を得られるように住所や食べ物を提供してくれるみたいです。So now you are smoking. So how is that possible to buy the cigarette? Yeah, I think the cigarettes here are the most cheapest in the whole Europe. Because there is no tax. There is no tax for alcohol, cigarettes, and petrol. Okay. It's the most cheapest in the whole world, probably whole Europe. Like. So some people come just outside of the country. They come here to buy stuff. Yeah, like this. they buy the stuff and then they bring it to their own countries because it's cheaper here. Oh wow, that's interesting. So what's the best things about in Luxembourg? Yeah, the best thing about Luxembourg is like they try to help as much as possible, no matter where are you from. Like it doesn't really matter the origin. They already see you here and you want to do something, so they will help you as much as they can to achieve your dreams. What about like negative things? Because I hear it's like all positive things about Luxembourg. So is there any negative things? Like there is some drug users, yeah. So there is some restricted areas where you should not be after dawn or when it's dark because the drugs make it hard for everyone and you can find yourself in the wrong place in the wrong time and then it's gonna be negative. Right. はい、ということであまりにもですね会話が弾みすぎてちょっとビールいっぱい飲みに行こうかということでやってきたのがもう街のど真ん中の
立ち飲みバーみたいな、中はですねバーがあって、飯食うところもある感じなんですけど、こうやってね立って飲めるっていう、最高じゃないですかこれ。Yes man はい、今ですね、デイビッドと飲み歩いてましてですね、ちょっと前にエチオピアから来た、難民のホームレスの人と、出会って話してたんですけど、彼はですね、エチオピアから難民としてこう、ルクセンブルクにやってきて、不幸せやという話をするんですよね。僕からすると、こんなに手厚いサポートを受けて、なぜ不幸せなのかって全く理解できない。そうするとですね、彼はこう言うんですよ。ルクセンブルクでは人種とかあなたがどこ出身かによってすごいジャッジされると。で、彼の家族は今エチオピアにいてずっと連絡してきて、彼のことを愛してる。一刻も早く帰ってこいというメッセージを受けると。そういったことからですね、彼は、ルクセンブルクの滞在が不幸せだと。彼はホームレスで職もないし、職もですね、人種やその能力によって決められるということで、彼は職を見つかってない状況で、ドラッグに溺れてるっていう状況みたいなんですけど、その時にですね、僕が彼に言ったことはですね、それはもしかしたらエチオピアの血が呼んでるかもしれない。エチオピアの、家族、エチオピアっていう血があなたを呼んでるかもしれないから、一回帰ってみたらみたいな。帰ったらまた新たな目線があるかもしれないっていう話をしたんですけど、なんかそれよくよく考えてみたら、これめちゃくちゃ僕の目線だなみたいな。彼はですね、難民としてこのルクセンブルクにやってきて、もう死ぬ者狂い、もういつ死ぬかわからない中、やっと着いた場所がルクセンブルク。相当の覚悟があってエチオピアを出たと思うんですよね。それに対して僕やね、デイビッドはですね、ルクセンブルクもし嫌いやったらいつでも出れるし、いつでも帰ってくる状況。これ全く目線違うなって。彼が置かれてる位置と、僕、デイビッドが置かれてる位置。いや、同じ人間やのに生まれた場所が違うだけで、ここまで自由を選択できる自由が違うのかって、なんか言葉を失ってるんですよね。皆さんどう思いますか？その一方でですね、同じエチオピアから来て、ここルクセンブルクで幸せに生きている人もいますとね、デイビッドは言ってたんですけど、今回一緒に滞在してみてですね、ホームレスの中にもいろんな各自ね、事情を持っている人たちがいて、幸せに生きている人もいれば、社会復帰しようと頑張っている人もいれば、ドラッグに溺れていく人もいる。なんで、このね、ホームレス社会もね、他の世界と同じくですね、一つにまとめるべきではなく、いろんな人たちがいるんだなって今回ね、一緒に生活してみて感じましたね。ということで、現在やってきたのが夜のバーガーキングっていうことで、彼にですね、今日一番何したいことあるみたいな、それちょっと叶えるよって言ったら、バーガーキングでございます。バーガーキングにやってきて、今は外はこんな感じです。もう街中の中心街がバーガーキングです。ちなみにバーガーキングの値段はこんな感じですね。今ですね、彼が頼んだのは、見てください。4バーガーに1ビアということで、彼的には一番したいこと、4つハンバーガー食べたいのと、ビール1本飲みたいの。So that's what you want to do in your life today. You get a beer with Burger King. めっちゃ幸せそうな顔してる。Yeah, so happy, no? Yeah, really happy, yeah. なんかめちゃくちゃ可愛くないですか？なんかめっちゃシンプルみたいな。食べたい、飲みたい。これが今一番したいことっていうね。Oh man, that's beautiful. How you enjoy the food, man. Food, Your smile and your face, man. Bacon chili cheese fries. Yeah, well. はい、ということで今回はですね、世界一お金持ちの国っていうことで、なんかね、出会った人の影響なのか、すごい国がお金持ちというかね、余裕があることによって、こんなにもですね、人々の世界に影響を与えるんだなって、国全体の生活レベル、家ない人、仕事ない人、路上生活者、仕事している人、一部のね、国では富裕層のみが富を牛耳る世界。僕もね、ルクセンブルクには短期しかいてないので、見えてない部分もたくさんまだまだね、あると思うんですけど、何に対してもある表と裏。今回のですね、短期の滞在で国がお金を持つことによって、
お金の光の部分が久しぶりにですね見えたような気がする。まあこれがですね全てではないと思うんですけど、学び、今回ねルクセンブルクで出会った人々、素晴らしかったです。ルクセンブルク最高でございました。ということで皆さん動画がええなと思ったらチャンネル登録のほどよろしくお願いします。ということでアディオス。